今日リリースされた AI がこんなことを言っています。世界最高の AI たちを指揮してどんな難問も解く一つの API で。何それ？その名もフグ。東京のサカナ AI がフロンティアモデルに肩を並べると発表しました。海外テックのこれマジミントだよ。 AI の仕組みを優しく解き明かす番組だよ。リナです。気になってきた方、チャンネル登録しておくと次回も届きますよ。指揮するってどういうこと？フグ自身がすごく賢いってこと？そこが今日の革新、アンサンブルという仕組みを一緒に解き明かしましょう。まず、サカナ AI とは何か。東京を拠点に2023年に設立された AI 研究企業です。共同創業者の一人、デビッド HA は元 Google ブレイン、Google の研究部門出身。もう一人、リオン・ジョーンズは今の AI を生んだ論文の共著者の一人です。あの論文の人がやってるの？テンション上がる。そのサカナ AI が今日2026年6月22日に正式リリースした製品がフグです。公式の説明はこうです。一つの API を叩くと内部で世界最高の AI モデルたちが動的に連携して複雑な問題を解く。指揮するフグ自体がすごい新しいモデルってこと？そこが仕組みの入り口。フグは新しいモデルを一から作ったわけじゃない、他社のモデルを指揮する仕組みなんです。第2章で具体的に見てみましょう。実際に部下の AI って誰がいるの？ベンチマーク表に出てくるのは GPT5.5、アンソロピックのオーパス 4.8、ジェミニ 3.1、プロ。フグはこうした複数モデルを束ねる方式と説明されています。どのモデルをどう使うかは非公開ですが、そこはサカナの秘密、企業の IP ですね。待って、じゃあフグが GPT に勝ったっていう時、フグの中には GPT が入ってるってこと？そうなんです。正確に言うと GPT を含むチームが GPT ソロを上回った。これがアンサンブルの面白いところです。なるほど、チームとして動く仕組みのおかげで強い。これなんか面白い仕組みだね。うまい言葉を探すとしたらアンサンブルです。今日の革新なので第3章でじっくり解説します。あと最強モデルフェーブル5と肩を並べるでキャッチコピーが気になった。フグの中にフェーブル5もいるの？そこは大事な補足です。フェーブル5とミソスは現在一般に公開されていないため、フグのエージェントプールには含まれていません。一般公開されているモデルたちを組み合わせたら非公開のフロンティアモデルに並んだ。それが正確な主張です。それって輸出規制で使えない最強 AI があっても自分たちは届けられるという話か。サカナ AI 自身がそう説明しています。 AI 試験の文脈、一社への依存を避けるための設計だと本物の問題意識ですね。アンサンブルという言葉聞いたことありますか？データサイエンスの世界では古くからある手法です。音楽のアンサンブルと同じ？感覚は近い。複数のモデルを組み合わせて一つのモデルより良い答えを出す、それがアンサンブルです。カグルという機械学習のコンペがあって2010年代からスタッキングという手法が席巻しました。いろんな予測モデルを組み合わせるとどの一本より上がるというやつです。うわ、それ知ってる。カグルのやつほぼ同じじゃん。原理はとても近い。なぜアンサンブルが強いか、モデルごとに得意不得意が違うので失敗する場所が違います。組み合わせると一つの失敗を別のモデルがカバーできる。弱点が補い合うみたいな。それからタスクによって一番得意なモデルに振る。領域ルーティング、答えを別のモデルに検証させる。検証と再思考、これに近い考え方がサカナの研究 TRINITY とコンダクター、どちらも今年の ICLR で発表で示されています。シンカー、ワーカー、ベリファイアーのような役割分担や連携を学習で最適化する方式です。フーグの製品がどこまで同じ仕組みかは公開されていませんが、その研究が土台になっていることはわかります。なるほど。でもそれって新しい知性を作ったんじゃなくて今ある AI を賢く束ねたってことだよね。そう。そしてここで一つ大事なポイント。GPT、クロード、ジェミニは全部別会社が運営するクローズドな API です。フグはそれぞれ別のモデル、別のトークナイザー、共有されない内部状態で動いています。脳がつながってるんじゃなくて、外部の閉じたモデルを束ねる場合、
できるのはテキストを渡し合うことです。一般的には4通り。1、最適な1個を選ぶルーティング。2、複数に答えさせて投票選別。3、下書き別が添削検証。4、分割して結合。フーグの実際の連携方法は非公開ですが、こうした出力テキストを使ったアンサンブルだと理解できます。カグルのスタッキングが内部の数値ロジットまで混ぜるのとは違うアプローチです。脳を融合するんじゃなくてチームがメモを回し合ってる感じ。なんかかわいい。いい例えです。だからこそ答えが正しいか確かめられる。タスクで強いコードが実際に動く証明が合うそういうもの。逆に正しさをすぐ測れないもの、新規性やひらめきでは聞きにくい。これが第5章の天才発生期の話につながります。フロンティアモデルに肩を並べたなかなか大胆なキャッチコピーだね。技術文書は正直にオーケストレーションと書いています。仕組みを知った上で数字を見るとより深く理解できますよね。ベンチマークの数字は本物です。 SWE ベンチプロコードの自動修正テストでウルトラは 73.7 点、オーパス 4.8、ソロが 69.2 点を上回っています。コーディングの試験や知識の難問テストでも上位に入っています。それは素直にすごい。ただ公平に見るとフグが全てのベンチで勝っているわけでもありません。 MRC ルブニというテストでは GPT5.5 が最高点でした。場面によって得意不得意があるんだね。そうです。どこで使うかによって最適な選択は変わります。数字を読むときは全章ではなくスパイキー山がどこにあるかを見るのが大事。でも複数モデルを束ねる方式が単体の値を上回ったという結果はアンサンブルの効果として素直に評価できますよ。ここまで聞くとフグって結構強いけど思ったより地に足ついてる感じがする。面白い問いだね。ことわざに船頭を多くして船山に登るというものがあります。意見が多すぎるとかえって方向を間違えるってやつだよね。アンサンブルやフグが最適化しているのは信頼性と正確さ、エラーを平均化して弱点を補い合う。それは本当に価値があります。でも天才のひらめき、誰も考えなかった解放、常識を破る一手、それは委員会から生まれることは少ない。複数のモデルが議論してエラーを削っていくプロセスは最も安全な正解に収束するかもしれないけれど、最も驚く答えには必ずしもならない。ベンチマークは正確さ、コードが通るか知識があるかを測ります。全く新しい角度からの飛躍は今の評価尺度では測れません。じゃあフグは信頼性の増幅器として非常によくできています。天才を生み出す装置とは別のもの。どちらが良い悪いではなく何を求めているかで使い分けるべき話です。まとめます。フグは GPT、クロード、ジェミニを動的に指揮するオーケストレーションシステム。公開研究から理解できる範囲で出力テキストを使ったアンサンブルです。脳の融合ではなくチームがメモを回し合う仕組み。アンサンブルは本物の技術で信頼性を上げる力は本物です。信頼性の増幅器と天才発生器は別物。スコアはスパイキーだからどのタスクで強いかを確認して選ぶのが正解だよね。フェーブル5やミソスがプール外なのは事実。でもアクセス可能なモデルの組み合わせがフロンティア水準に届いた AI 試験の文脈は本物の問題意識です。アクセスできるモデルを束ねてフロンティア級に届かせること、これ自体本物の工夫です。信頼性の高い結果を出しながらスパイキーな得意分野を把握して使う、それがフグをうまく生かす使い方だと思います。仕組みが分かってすっきりした。こういうなるほどの回好き。それが今日の目標です。仕組みを知った上で自分が何を使うか判断できるように、フグのような複数の AI を組み合わせる設計に興味が出てきた方へ。以前 AI が仕事を任せるループの設計を図解した回があります。フグが外部でやることを自分のワークフローに組み込むとどうなるか、その考え方につながる回です。概要欄とカードにリンクを置いておくね。タイトルはループエンジニアリング入門です。次回はトランスフォーマーは真ん中を細くすると賢くなるという話をやります。 X 字型の構造にすると性能が上がって計算も減る。 MIT と IBM の研究で図に描くとこういうことだったのってなる回です。チャンネル登録しておいてもらえると次回の通知が届きます。一緒に確かめに来てください。海外テックのこれまじまた次回。